おはようございます。メグリカミ太一です。今日はフランスの家庭でもよく食べられるブランダードモリューを紹介したいと思います。本来ブランダードモリューというとモリュー、バカラをですね、塩でマリネしてから干したタラを使ってそれを戻してからオリーブオイルでモンテするものを指しますけども、フランスの家庭でよく食べられている方法だとフレッシュのタラなどに塩をしてからじゃがいものピューレを合わせたブランダードモリューが一般的になっています。それではブランダードモリュー一緒に作っていきましょう。まず最初にキャビオ、タラをマリネしていきます。このように粗塩で全体的に汗染めしてこのまま最低2時間ほど冷蔵庫でマリネしていきます。今回キャビアを使いましたけども、これが別に白身の魚でも構いません。多少食感が変わりますけども、白身魚、新鮮な魚を使って作ってみてください。もちろん骨、皮、血合いがない状態にして冷蔵庫で2時間マリネします。皮付きのじゃがいもに火を入れていきます。この火の入れ方、ポムドテールオブレーションという表現の仕方になりますけども、皮付きのまま塩茹でしていきます。この時ですけども、じゃがいもなるべく同じサイズにしてください。そうすることによって火の入りが均一になります。湯がく時に胡椒、タイム、ローリエ、ニンニクなどを入れても構いません。今回はシンプルに塩茹ででじゃがいもを湯がいています。火が入ったかどうかはこのように金串を刺してスッと入ってスッと抜ければ火が入っていますので、火が入ったらすぐに鍋から引き上げます。そのまま置いておくと水分が入って水っぽくなってしまいます。じゃがいもの粗熱が取れる間にキャビオに火を入れるための吸湿を用意します。潰したニンニク、そこに牛乳、あとローリエとパセリの軸を入れます。この他にタイム、バジルなど好きな香草を入れても非常に美味しいと思います。まずここできっちりとニンニクに火を入れて他のパセリ、ローリエの風味を牛乳に移します。この時吹きこぼれないように気をつけてください。この料理に関して生のニンニクが入るとちょっときつすぎるので、きっちりと火を入れて匂いを牛乳に移していきたいと思います。吹きこぼれないように気をつけてきっちりニンニクに火が入ったら、ここでマリネしていたタラ、キャビオをポッシェしていきます。このように多少汁が出てきています。塩もきっちり溶けているので、この塩は手で払いながら洗わずにこのままポッシェしていきます。魚を入れた後は温度を上げてゆっくりと火を入れていきます。全体的に液体の中に入るようにしてしっとりと仕上げていきたいと思います。火を強めにして沸く寸前で火を止めて、このまま余熱で火を入れていきます。それでは粗熱の取れたじゃがいもを剥いていきます。この時芽の部分、芯の部分がありますけども、それはきれいに取り除いてください。あとじゃがいもはなるべく熱い状態、粗熱が取れた状態の方がいいです。一度冷ましてしまうと味が入りにくいので、なるべく熱い状態、粗熱が取れた状態のものを使います。そしてあとこれは好みにもよると思いますけども、フルシェット、フォークを使って潰していきます。この時ですけども、完全にピューレにする人もいますし、このように半潰し、ちょっとじゃがいもが残っている状態が好きな人もいます。私個人的にはこのじゃがいもが少し残っている状態の方が好きなので、今回はこのようにします。あと好みでじゃがいものピューレ、潰した状態、タミゼした状態のものを入れても全く問題ありません。ここに火の入ったキャビオ、タラを入れていきます。この時ニンニクとかローリエ、パセリの軸が入らないように気をつけてください。ただ液体は後で硬さ調節で入れますので気にせずに少し入っても構いません。
その後またフォークで潰していきます。魚も好みで小さく潰しても構いません。大きくても美味しいです。私個人的には大きめが好きなので、大きく粗く潰していきます。全体的にきれいに混ざったところで一度味見をします。味見をしてあまりパサついていないかどうか確かめます。もしパサついているようでしたら先ほどのキュウシソンを入れてください。このキュウシソン結構塩辛いので入れる量を気をつけてください。今回はあとここに胡椒だけをします。塩味は十分足りていますので今回胡椒だけをします。最後ここによく洗って乾かしたイタリアンパセリの足を入れていきます。もちろんこの時よく切れる包丁を使ってください。あとこの代わりに違う香草を入れても非常に美味しいと思います。今回はパセリを入れてまた再度よく混ぜていきます。この時美味しいオリーブオイルも入っています。一緒によく混ぜて味見をして美味しければこのようにきれいに平らに整えます。あとゴンベラを使ってグラタン皿の縁をきれいにします。表面を平らにならしたところ最後にパン粉を全体的にまぶします。この時チーズを振っても美味しいですけども今回はシンプルにチーズを使わずパン粉とオリーブオイル、美味しいオリーブオイルをかけてあとは180度のオーブンに25分火を入れて完成になります。もちろんオーブンによっても時間が変わりますので熱いかどうか周りがきれいに焼けてるかどうかで判断してください。それではオーブンに入れます。ちょうど25分経ちました。このように美味しそうに色がついてブランダードモリューの完成です。これに合うガルニチュールですけどもグリーンサラダを横に添えたら非常に美味しいと思います。簡単にできるのでぜひ作ってみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。